おはようございます。ケンです。今日は火曜日ですので、テスラ株のチャートを整理していきたいと思います。今回のポイントはとてもシンプルです。それは$400ラインです。この価格帯は単なる数字ではありません。テクニカル的にも心理的にもかなり重要なラインになっています。今のテスラ株はこの$400をめぐって短期資金と長期資金がぶつかっている状態です。上がる、下がるを断定する話ではなく、今、マーケットで何が起きているのか、それを冷静に見ていきたいと思います。では、まず、大きな流れから見ていきます。まず、最初に全体の構造です。今のテスラ株の状態を一言でまとめると、長期は崩れていない、中期は調整、短期は売り優勢、この3つの構造が同時に存在しています。つまり今は長期投資家と短期トレーダーの資金が同じ価格帯でぶつかっている状態です。これが今のマーケットの本質です。この構造を理解するために、まずは週足から見ていきます。はい、ということで週足ですけれども、週足を見るとテスラ株の長期トレンドはまだ完全には崩れていません。テスラ株は2023年以降、およそ$150付近からスタートして、そこから大きく上昇し、$480付近まで上昇しました。現在の株価はおよそ$400前後。つまりこれは長期トレンドの中で見ると高値圏の調整ゾーンとも見ることができるんです。もう一つ重要なのが出来高です。週足の出来高を見ると、いわゆるパニック売りのような急増は確認できません。つまり長期資金が一斉に逃げているような状況ではないということになります。もちろん強い上昇トレンドの途中とは言えませんが、少なくとも長期構造が崩壊したチャートではないっていうのが週足の事実だと思います。では次に日足を見ていきます。ここで見える景色は週足とは少し違います。日足ではかなりはっきりとした構造が見えてきます。それが高値の切り下げです。このテスラ株のチャート分析の動画をずっとご覧になってもらっている方はもう感じていると思いますけれども、徐々にね、高値の切り下げが起きています。具体的に見ると$480、$460、$440、$420という形で綺麗に高値が切り下がってきているんです。これはテクニカル的には下降トレンドの特徴です。つまり中期的には調整が続いている状態なんです。さらに移動平均線を見てみると、20日線、50日線、200日線、この3本の平均線の中で現在の価格は20日線と50日線より下、そして200日線付近にいます。この状態は何を意味するのかっていうと、長期サポートを試している局面と言えます。そしてもう一つ見ておきたいのが RSI です。日足の RSI はおよそ40前後。これは売られすぎでもなく強気でもない、つまり恐怖の投げ売りではないということになります。日足の調整はパニックではなく整理型の調整と見ることができます。では次に短期資金の動きとして4時間足を見ていきます。ここでは短期資金の動きがよく見えます。まず価格構造ですが、$420、$410、$400という形で短期的には下降チャンネルの中にいます。つまり短期トレンドはまだ下向きです。さらに RSI を見ても4時間足の RSI は40前後、売られすぎではありません。つまりまだ強い反発エネルギーは確認できていないということになります。そして今回一番重要なのがボリュームデルタです。ボリュームデルタを見ると短期では売りデルタが優勢です。つまり短期トレーダーはまだ売り側にいる可能性が高いということになります。ただしここで大事なのは極端な売りではないという点です。デルタはマイナスではありますが、パニック売りのような急激なものではありません。つまり短期資金は売っているけれども、マーケットはまだ壊れていない。これが今の状態なんです。はい。ということで、ここまでをまとめてみます。今のテスラ株は、長期ではまだトレンドは崩れてはいない。中期では調整のトレンド、短期では売りが優勢。この3つの構造が同時に存在しています。つまり長期資金、短期資金、
この2つの資金が400ドル付近で衝突しているっていう状況です。この400ドルというラインはテクニカル的にも心理的にも非常に意識されやすい価格帯です。なので今のマーケットは方向が決まる直前の状態とも言えます。ではこれから先何を見ていけばいいのか、最後にポイントを整理しておきます。はい、ということで今後見るポイントですけれども、主に3つあると思います。1つ目は400ドルを守るかどうか。これが本当一番重要なところになってくるんじゃないかと思います。なぜかっていうと、ここは市場心理が集中する価格帯なんです。そしてイーロンさんが買った価格帯っていうのが400ドルなんですね。なのでこの400ドルっていうのが本当大きな節目になってくるので、この400ドルを守るかどうかっていうのは大きなポイントになってくると思います。そして2つ目は出来高です。もしここから大きく動くなら出来高が増えるはずです。出来高の伴わない動きっていうのはトレンドにはなりにくいです。そして3つ目は20日線です。もし株価が20日線を回復してくるならば短期トレンドの流れが変わる可能性があります。逆に言うと今はまだ方向が決まった状態ではありません。今のテスラ株は分岐点の手前にいる可能性があります。だからこそ短期の値動きだけを見るんではなくって構造を見ること、これが大切になります。今週はこの400ドルのラインが非常に重要な意味を持つ可能性があります。来週またチャートがどう変化するのか引き続き追っていきたいと思います。はい、ということで今回はテスラ株のチャート分析をお届けしました。いかがだったでしょうか。少しでもね参考になったら嬉しいなと思いますし、参考になったよって思われたら高評価の方をよろしくお願いいたします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらったらテスラに関する情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。皆さん毎日の生活の中で洗剤は必ず使っていると思います。この洗剤なんですけれども、実は海を汚す元になっているっていうのをご存知でしょうか。食器や家などは綺麗になるかもしれませんが、実は地球を汚している。例えばちょっとね想像してほしいんですけれども、洗剤の泡なんかを草の庭木などにかけようとした時、それはまずいでしょって思いませんか。ハイターなんかを植物に吹きかけたりしないですよね。つまり洗剤って環境にはあまりよろしくないんです。けど僕が今家で使っているナノトップっていう洗剤があるんですが、これは洗浄成分が 100% 植物性で自然を汚さないんです。しかも洗浄力もバッチリです。さらにもっといいのが、これ1本で家中掃除ができるんです。食器もトイレもお風呂も車だってこれ1本で掃除ができます。ぜひ興味がある方は概要欄にナノトップの公式リンクを記載していますので、そちらよりご覧ください。またナノトップのお試しキットっていうのも僕の方が作りました。500円から試せますので、そちらの方も概要欄にリンク掲載してますので、ぜひねまずはお試しキットから試されてみてください。そして法人様限定にはなりますけれども、今はナノトップのデモを無料で行っていますので、法人様でナノトップをちょっと試してみたいと言われる会社様がいらっしゃったら、僕の LINE の方からお問い合わせの方よろしくお願いいたします。正直僕は洗剤はナノトップに変えない理由はないと思っています。なのでまずはお試しキットから試されてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。